皆さんこんにちは。本日の DKTV は、マイカーの FL5 シビックタイプ R バージョンアップ。はい、足がはい、足が変わった。はい、変わりました。もうだいぶこの ST の XTA というので、最初はもうタイヤもミシュランのパイロットスポーツで、ストリートプラスサーキットぐらいのパッケージでずっとやらせてもらってて、でだんだんタイヤのグリップが 71RS だったり、12D だったり上がってきて、10キロまでレートを上げてたんですけど、土屋さんから12キロくらいにまた上げたいっていうちょっとお話をいただいて、でどんどんこう車がどんどんスポーツになっていくのは、きっとそうなってくるだろうと思ってたのでずっと実は別のダンパー用意してまして、KW の V3 クラブスポーツっていうのを今回入れて、バネも前後12にして、もう全部バージョンアップさせてもらいました。今まではどっちかというとストリートがメインで、たまにサーキット行く人用の開発をやってきたんだけど、やっぱね最終的にはねそこそこのタイムをサーキットで出したいわけよ。そうですよね。そうなってくると、やっぱこう半々ぐらいになってくるよね。そうですね。はい、半々ぐらいになってくるから12キロ、12キロ。今回これがいいか悪いかね、乗ってみたいと思います。で、またこっちは、いろいろコンピューターをやってもらったと。はい、ありがとうございます。ね、もうかなり足回りの方、僕も YouTube 見てましたけども、すごく進化してきて、すごくいいタイムも出てきて、でここで今回はマックスオリドマダムさんとスーパーオートバックサマーツがコラボしたスペシャル ECU をこの土屋さんの FL5 にインストールさせていただきました。どういうふうになるの？はい、FL5 はもともとその純正の状態ですとFF のターボ車ということもあって、トルクの立ち上がりはだいぶ穏やかに作ってあると思うんですよね。ただこういろいろセットアップが決まってきますと、その下の部分もやっぱりこうレスポンスがあった方が、よりこうトラクションもかかってハイパワーを使っていける。でそこでやっぱオリドさんがですね、非常にそのハイレスポンスで、はい、というかエンジンレスポンスを非常にこう上げていく方向を要求していただいたので、僕もそれまで FL5 の ECU やってたんですけど、ちょっとさらにテストを進めていきましょうということで、いろいろ ECU の候補を解析しまして、オリドさんにも乗っていただいて、その3つのドライブモード、コンフォートとスポーツプラス R と、この3つの、ドライブモードに対したマップを新たに作りまして、コンフォートは本当にストリートが乗りやすい仕様になってます。行き過ぎない本当にリニアな感じ、でスポーツモードはハイパフォーマンスなんですけど、アクセルに忠実にブースト系が動くような、こういうサーキットではすごくスポーツモードが、で今日はなんかもう楽しみたいなっていう時は、プラス R を使っていただくとすごいレスポンスのいいオリドさん好みのECU に、そこにさらにオリドさんがこうやっぱり楽しんで乗りたいねっていうのが僕らのコンセプトなので、ちょっとバブリングっていう部分も今回入れさせていただいて、1秒間っていうショートタイムのバブリングなんですけど、ちょっとアクセルの時に走行の邪魔しない程度にちょっとこうパパパンっていうようなバブリングも入って、そういうのもちょっと一緒に楽しんでいただければなということで。なるほどね、なんかいろいろやってくれるね。ありがとうございます。すげえな、オートバックス浜松いろいろやってくるよね。そうですね、オートバックス浜松はさ、もう去年からそうだけどいい車作るし。ありがとうございます。オリドと一緒にやってるんだ。そうですね、 GR86 の時からうちもともとやってたものをオリドさんの86に入れさせていただいて、すごく僕がこだわっているのがそのリニア感なんですよね。でそこをオリドさんも気に入っていただいて、すごくリニアだけだけどレスポンスもいいし、でうち全部原車でやるので、土屋さんのもちょっとこの後、今日のフィードバックいただいて、原車で明日セッティングもう一回やらせていただくんですけども、なんかやっぱ個体によって使えるパーツも違いますし、FL5 ってマフラーが変わってるか変わってないかでもだいぶ違うんですよね。そういうのも全部こうオリドさんと整合性取らせていただいてインストールしている部分と、さらに今回転換も変えたんですよ。ハイスパークコイルのイグニッションコイルと、あとマジカルヒューズの方も変えさせていただいて。オリドはやるねなかなかね面白いことをかなりこうオリドさんも自身で乗られて良かったものをやっぱしフィードバック僕らもしていただいてるんですけど、すごく効果的なパーツを今回一緒にインストールさせていただいたので、今日はちょっとサーキットで土屋さんに乗っていただいて、なるほど、どうかということで。
じゃあ乗ってみましょうかね。はいよろしくお願いします。あとは折戸のコメントをどうぞ。はいはい、ここはね今日はねまた秘密ガレージに来てますが、今日は何をやるかって言いますと、土屋さんのシビック FL5 タイプ R こちらの、ECU とかね他、マジカルヒューズそしてハイスパークイグニッションコイル、こちらをこうねインストールしようということで、まず今ノーマルの状態でパワーチェックしました。ノーマルといっても富士壺さんのフロントパイプ、そしてマフラーが入っている状態のパワーチェックです。現行今馬力でいうと 332.8 馬力ですね。で、トルクが416ニュートンですが、だいたい441キロ 41.6 キロ、そういうような表現でいいと思いますが、ほぼほぼノーマルって330馬力の420ニュートンなんで、ノーマルのカタログ上のデータと今ほぼ一致と言ってもいいんじゃないかなっていう数字が出ております。これがトルク特性ですね。でこっちがパワーになりますが、ここから次、今もう後ろで作業入ってますが、まず NGK のプラグ NGK-HKS のプラグに交換します。これ馬力上げていくんでね。その後に、今度はですねハイスパークイグニッションコイルマジカルヒューと、そこから ECU マックスオリド、スーパーオットバックス浜松コラボのバブリング ECU こちらをインストールして、実際この数字がどうなるか、この順番で一個一個インストールしてちょっとねトライをしてみたいなと思います。ハイスパークイグニッションコイル、というね、イグニッションコイルです。これに変えるとね、もうとにかくアイドリングから走り出した時の電圧がもうプラグにかかる電圧がもう全然違うんで、とにかくトルクが上がる。でだけどそこから今度上の回転、要はレッドゾーンに近くなるにつれてノーマルとほぼ一緒に戻してるんで、そこは何かっていうと耐久性の問題であるとか、そういうのを防ぐためにとにかく中間からブーストがかかるまでのその雰囲気めちゃくちゃ良くなります。乗った時のインパクトがめちゃくちゃいいです。はい、続いてねマジカルヒューズナノブラックマックスオリドバージョンですが、ヒューズもう本当に純正のヒューズを全て交換するという、しかもこのナノブラックはさらにブラックのコーティングがされててね、より密度精度が高いヒューズになります。大人気です。これもね本当にフィーリングが変わります。ノーマルの車両につけたらめちゃくちゃ良くなるんで、これをね、まだ土屋さんの方にインストールしてチェックしたいと思います。これ作ってもらってます。はい。これがね、今日最終的にノーマル一番最初に測った、パワーチェックした時のグラフと、一番最後に、パワーチェックした時のグラフでございます。トルクがねもうこの2000過ぎてからですねぐーっと立ち上がって、ここもうすごいですよ。4000ぐらいのトルク
これ相当10キロぐらい違いますから、まあ、そのまま上行くとこうちょっと垂れてきたんですけど、これは熱の問題とかいろいろあります。で、ピークパワーというかパワーもやはり2000ちょっとぐらいからぐっと差が出始めてギューッとここまで来てるんですね。このグラフ上だとこういう風に見えますが、実際にドライブするとめちゃくちゃ速くなってるんで、ぜひねこれは土屋さんに乗っていただいて体験していただきたいなと思います。土屋さん、最初 2,3 周でいいですか、フィーリング見ていただくのは。その後に変えますので、そうだね。さあバージョンアップしてますよ、シビックタイプ R。オリドさんとスーパーオートバックス浜松でコラボしたねえ、それでバージョンアップしてるわけでしょ。どんなもんでしょうかね。今スポーツモード。冷えてきたね、夕方はね。トルク出てるぜ。結構トルク出てるこれ。12いいな。バネいいね、12。
12のバネいいね。これはいいぞ、安定してる。このセットはどうですか？悪くないよ。悪くないですか？うもう一個じゃあやってみますか。ん、やってみようよ。はい次何やんの？次はもう全部硬いのを試して、いいねいいねさっきのが一番硬いパターン。これの方が硬いでしょ。硬い硬い。全然硬いでしょ。わかるでしょ。うん。これはいい。これぐらいの方がいい。いい。あ乗ってみる？これぐらいの方がいい。ー俺も好きじゃないですよ。こっちの方がカチッとしてる。でしょ。でしょ。でもこれはマジだとちょっと硬いよ。まあ俺は我慢できる。いやいや、まあ我慢はできなくはないけど、これの方がマジでレーシングカー乗ってる感は、ああ、そうだね。全然違う。うんうん。でも同じ国のんでしょ。一緒一緒。うんうんうん。あれもさ、やってもいいかもな。と思う。ね。ううん。ん。もっとしっかりすると思う。ね高速コーナーでのグニャってないでしょ、これ。ない、全然ない。全然ないでしょ。全然ないわかるわかる。左にハンドル。どうですかアクセルの部分？いいよ。いいですか？全然と、もう立ち上がりがいい。あ、本当ですか？うん。そのコントロール系も少しやっぱし S の方がうん。大丈夫です。全然いい。ありがとうございます。書いちゃう。アクセル入れると逃げる。ああ、しょうがない。そうですね。戻るうんの。またね。了解です。お疲れです。一応これでリアのバンプ以外全部それぞれ硬くなってて、了解。でフロントがだいぶ落ち着き出てると思うので、はいじゃあこれで行ってみよはいお願いします。う。これスポーツモードでいい？はい、スポーツモデルです。 OK はい。さあどうでしょうか。ダンパー閉めました。12のバネいいよね。
使った方がやっぱ早いね。3速で立ち上がることは立ち上がるんだけど、2を使った方が14秒台入る。内圧2キロ 2.3、 ベストが14秒0。まあまあじゃない？まあまあだよ。まあ上出来かな。そんな変わんないね。あんまり変わんないですか？うん。だいぶ最初の数値よりはどんどん硬くはなってるんですよ。そんなに変わんない。大きくは変わらないですか？うん。良くも悪くもそう、あんどっちま変わんない。にもいかない。うん。ああ、なるほど。全体的に跳ねるとかもそんなに気にならないですか？うん。2を使わないと15秒台だね。はいはいはい。エアピンを3で回ると15秒台。うん2速を使うと14秒台に入るね。あ、そういうことですね。そうですね。まあデフがないからさ、そうですね。ああ、まあどうしてもそこはアクセルを入れられないわけ。もう入れると逃げるから、そうですね。デフだな。まあそこからですかね。次。デフ入れないとさ、はもう立ち上がりでもうずーっとフロントタイヤと相談しながらアクセルをこうずーっと出口までさ、はい。そうですね。あそこの出口見てると、すごいこう我慢させられてるというか、そういうのはちょっともうずーっと我慢してるからさ、はい。デフだよ。そうですね。それでこう足回りのモディファイとエンジンレスポンスのアップがうん。いきますよね、デフでね。と思う。そうですね。うん相当化けそうですよね。そうはい。今の状態だともうデフがあれば、はい。脱出方向に向かってアクセル入れられる引っ張ってくれますからね引っ張り出すから、はい。はい。今はもうアクセル入れれば逃げてくからさ、もうはい。これはもうここまでかなみたいな。そうですねんデフなしで14秒02だからいいんじゃない？い。そうですね。ね、はい。タイヤもだいぶ使い込んでますもんね。これだってもう4回目ぐらいでね。相当走ってると思いますよ、これ。サーキット4回目ぐらいのタイヤ。パワー感とかはどうでしたか？パワーあるからさ踏めないんだよ。そのデフがないから。そうですね。生かしきれてないってそうそうことですね。デフが入ってればバーンと踏んで、はいもうホイールスピンを起こしながらでも前に引っ張るじゃん。そうですね。いつでも準備はできてんだけどっていうところですよね。そうそうはいはい。まあ、車の完成度としては12、12で今ダンパー閉めてリバンプも閉めて、はい。まあ、ちょうどいいかなってはい。あこれではい。全然いけるなって感じ。パワーもトルクの出方もいいし、あ、本当ですか。だいぶレスポンスを上げてますもうので。はい全然良くなってる。ありがとうございます。やっぱり2速使った方が早いんだねここね。そうみたいですね。 3でもちゃんとついてくるんだよブーって。はいはい。下がついてくるんで余計1個上でもいけちゃいそうな感じがするんですけど。そうするとタイム見るとなんだ15秒かみたいな2速を使うと14秒入るからさ、そういうことですね。まあだけどほぼ完成に近づいてあとはデフだけだね。はい。ぜひちょっとまたデフつけていただいて、ねはい。チェックいただいて。鈴鹿走ろうデフ入れていいですね。ちょっと僕もコンピューター頑張って原車でしっかりやっていきますので、ねぜひ乗ってお願いしますはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということでね今回の DKTV は FL5 のバージョンアップ、バージョンアップをしてきたら行き着くところがアクセルが踏めないデフなし、まあだけどデフなしでここまでやって14秒0だからまあいいんじゃないかなとはい、思います。はい、それではまた次もご期待ください。さようなら。ありがとうございます。